はいどうも、キスケです。今回は限定星6オペレーター、リーノ性能解説やっていきます。リーノは回復量が非常に高くて、攻撃力バフといった汎用性もあって、電磁増幅や自然増幅といった特定の属性に特化したバフまで合わせ持つ、非常に強力なオペレーターです。ギルベルタ同様、限定サポーターはヒート家と言われていますからね。詳しい性能を見ていきましょう。ということで、今回の動画では、リーノの使い方、性能、編成例、おすすめの凸、おすすめ装備など、わかりやすく解説していきます。よければ最後まで見てってください。リーノの気になるところや、こんなパーティーが強いです、みたいなのがあれば、コメント欄で教えてくださいね。それでは、行きましょう。それではリーノの性能解説をやっていきます。リーノが戦技を発動すると、少量の SP を消費し、敵の電磁ダメージを与え、ライブモードに入ります。このライブモード中は、チーム全員の攻撃力がアップし、範囲内のオペレーターを回復、さらに一定時間ごとに追加攻撃を行います。この戦技が非常に強力。消費 SP も非常に少ないですし、一度発動すると長時間バフを巻き続けてくれます。さらにこの戦技は操作中のオペレーターに追従します。ゾアンの移動と同時にリーノが歌いながらついてきてるのがわかりますよね。この追従のおかげで、わざわざリーノの近くに行って戦わなくちゃいけないなんてことはなくて、とことん便利です。ちなみに、もう一度戦技を発動すると、ライブモードを強制終了させることができるんですが、基本的には使いません。一度発動すれば発動しっぱなしで問題ありません。戦技一つで、攻撃力バフ、HP 回復、追加攻撃と、便利なことしかない超強力な戦技ですよね。連携技は、リーノがライブモード中に敵にアーツ以上を付与、またはアーツ以上が消費されたタイミングで発動可能。敵に電磁ダメージを与え、操作中のオペレーターを回復、さらに自身の必殺チャージを追加で回復します。クールタイムも非常に速く、ガンガン敵をアーツ以上にできる編成でより輝きます。一番相性がいいのはゾアンですかね。ゾアンは感電状態を消費することで戦技を強化できますし、ゾアンと組み合わせやすいペリカも連携技で強制的に感電状態にできます。ゾアンを普段通り使っていれば、リーノの連携技がガンガン回って、勝手に必殺技がチャージされていくんで、超高相性です。他にも、奥義の強制腐食とか、レーバテインの燃焼とか、イボンヌの凍結とか、割と組み合わせ幅は広め。必殺技を発動すると、チーム全員の HP を持続的に回復、範囲内の敵を強制的に感電、さらに、リーノが一定時間パフォーマンスモードに入ります。このパフォーマンスモード中は、味方の攻撃力アップ、さらに電磁増幅と自然増幅を付与、そして敵に追加ダメージを継続的に与えます。もう全部盛りですよね。当然、このパフォーマンスモードも操作中のオペレーターを追従してくれます。一見、電磁増幅や自然増幅を付与してくれるんで、その2属性のオペレーターとしか組み合わせられないのかなと思いがちなんですが、全くそんなことはございません。様々なアーツアタッカー編成でペリカが採用されるように、強制的に感電状態にすることでアーツダメージを増加させられますし、汎用性のある攻撃力バフもあり、リーノ自身が継続的にダメージを与えてくれますから、いろんなパーティーで活躍できます。そもそもスキルに HP 回復がついてるんで、耐久枠としてとりあえず採用するみたいな、そんな使い方もできます。以上のことから、簡単なリーノのローテーションを解説するんですけど、戦技でライブモード中に連携技を発動させて必殺技を貯める。必殺技が溜まったら発動してパフォーマンスモードに入る。パフォーマンスモードが終了したらまた戦技と、超簡単なローテーションで強く使えます。めちゃくちゃ優秀ですよね。素質効果も見ていきましょう。素質1では、ライブモードとパフォーマンスモードの継続中、範囲内のオペレーターが受ける回復効率プラス 20%、受けるダメージマイナス 20%。この効果は範囲を離れてからも3秒間持続するということで、過剰な耐久力をさらに底上げする効果ですよね。素質2では、連携技を発動すると、チーム内の電磁、または自然属性のオペレーターが
次の戦技を発動するとき、SP が10変換されます。この効果は30秒間持続し、発動すると効果は終了します。この効果があるおかげで、ゾアンとか奥義がさらに動きやすくなります。ここからは育成周りや装備に関して解説します。まずスキル育成優先度は必殺技が最優先、時点で戦技、時点で連携技、時点で通常攻撃です。必殺技は特化させると増幅効果の上限ががっつりと伸びます。特化3まで育成すると上限が 60% にもなるんで、育成は最優先で行いましょう。戦技は特化させると攻撃力アップの倍率が上がります。リーノのローテーションはまず戦技から入ることがほとんどでよく使えますんで特化推奨です。連携技と通常攻撃は育成素材に余裕がある時で大丈夫です。武器はモチーフ武器プリズムナイトデビューが最適。プリズムナイトデビューは石アップ、回復効率アップ、メイン能力アップ。装備中自身のスキルでチーム内の他のオペレーターを治療した時、一定時間その治療を受けたオペレーターの攻撃力がアップします。超簡単な条件で攻撃力をバフできますし、リーノは性能上全てのスキルで味方を治療できます。さらに戦技と必殺技は継続的に治療なので、プリズムナイトデビューのバフが途切れることはありません。サポート寄りの長い武器が少ないことから依存度は少し高めです。時点で通行証で手に入る黄金時代。黄金時代は石アップ、回復効率アップ、電磁ダメージアップ。装備中自身の連携技でダメージを与えた時、15秒間回復効率アップ。さらに自身の連携技でチーム内のオペレーターを治療した時、20秒間チーム全員のアーツダメージアップと、こちらもリーノに合った性能で非常に強力。ただプリズムナイトデビューとは違って武器効果の発動条件が連携技に限定されてます。連携技の発動条件がアーツ以上の付与やアーツ以上の消費なので、連携技条件を満たせるパーティーでしか強く使えません。その点は注意しましょう。装備に関しては2種類の候補があって、まず増幅効果を伸ばす装備はルテン3セット、アクセサリーに生物補助プレートがおすすめ。こちらは電磁パーティーや自然パーティーで使う時の候補になります。必殺技で付与できる増幅効果は特化3の時点で最大 60%。 これは石を1500ほど盛る必要が出てきます。現状だとモチーフ武器を貫突してもちょっと厳しめかなっていう感じなので、生物補助プレートでメイン能力値をがっつりと持ってあげて、残りの部位は必殺チャージの回復効率を持ってます。回復は捨てて増幅に特化したという形です。もう一つの選択肢として耐久に特化した汎用性のある装備、生物補助4セットです。こちらは灼熱パーティーとか凍結パーティーで使いたい時の選択肢になります。リーノは敏捷のステータスを盛ることで回復量を盛ることができるんで、新しく追加された生物補助がドンピシャです。使うパーティーによって使い分けていきましょう。それではリーノを使用したパーティー編成例を見ていきましょう。まずはリーノと一番相性がいい感電パーティー、リーノ、ゾアン、ペリカ、アークライトです。リーノは必殺技で電磁増幅、さらに素質効果で連携技発動から一定時間電磁オペレーターが戦技を発動すると SP を一定量変換と、電磁オペレーターと最高の相性です。その中でもゾアンとの相性はピカイチ。ゾアンは電磁付着状態の敵に重攻撃を当てると連携技で強制感電、さらにその感電を戦技で消費と、リーノの連携技条件をかなりの速度で回せます。そしてペリカは連携技で強制感電、アークライトは感電が付与または消費されたタイミングで連携技発動と、全てのオペレーターが噛み合ってて超強いですよね。間違いなくリーノの実装でゾアンパーティーは強化されます。続いて奥義をメインアタッカーで使うパーティー、リーノ、地勢奥義、ペリカ、アケクリです。リーノの連携技はペリカの感電と奥義の腐食で発動していきます。この編成はペリカの戦技で電磁付着、奥義の戦技で腐食に変換と、この流れを繰り返しながら火力を出していきます。ペリカの戦技を2連打しないと奥義の連携技を発動できないんですけど、
先方オペレーターの明け栗を採用してますし、リーノが連携技を発動した後にペリカが戦技を発動すれば一定量の SP が返ってくるんで、そこそこ余裕を持ってローテーションを回せます。さらに言うと、リーノの必殺技で付与できる自然増幅も奥義で有効活用できるんで非常に強いですよね。それかペリカと明け栗をカミーユとウルフガードに変更しても強いと思います。この場合、リーノの必殺技で付与できる増幅効果を奥義でしか有効活用できませんし、素質効果の SP 変換も活用できないんですけど、奥義の連携技に必要なアーツ付着2段階をカミーユの戦技からウルフガードの連携技で達成できるんで、さらに余裕を持ってローテーションを回せます。続いて、リーノの汎用性を生かしてイボンヌパーティーに採用した編成。リーノ、イボンヌ、タンタン、ギルベルタです。タンタンやギルベルタの枠は石奥義や財費に変更してもらっても構いません。リーノの連携技はイボンヌが凍結状態にしたり、凍結をギルベルタの連携技で粉砕することで発動できます。さらに複数戦ならギルベルタの戦技で終敵してからイボンヌの戦技でまとめて凍結、単体ボス相手なら単々戦技で火力を出しながらイボンヌの戦技で凍結と使い分けることも可能です。このようにリーノは攻撃力バフや HP 回復が優秀なので、割とどんなパーティーに採用しても活躍してくれます。圧倒的な汎用性ですよね。それではローテーションを見ていきましょう。開幕リーノの戦技でライブモード、重攻撃を当ててペリカの感電、アークライトとリーノの連携技を発動、感電をゾアンの戦技で消費、その後ペリカの戦技で電磁付着、再度重攻撃を当ててゾアンの連携技で感電、その感電をゾアンの戦技で消費と、ここまでが1サイクル。余裕があるならリーノとアークライトの連携技が回復するのを確認してから感電の付与や感電の消費を行っていきましょう。リーノの連携技はクールタイムが9秒でアークライトは3秒なんで、もうガンガン連携技が回って SP 回復もはかどります。やっぱね、リーノが勝手についてきてくれるっていうのがね、ものすごく使い勝手いいね。必殺技が溜まった時のローテーションも見ていきます。アークライトの連携技に関しては特にローテーションに左右しないんで、発動できる時に発動していきましょう。まずゾアンの必殺技を発動、続けてリーノの必殺技で強制感電プラスパフォーマンスモード、感電をゾアンの戦技で消費プラス電磁付着、重攻撃を当ててゾアンの連携技で感電、また感電を戦技で消費してというループです。アークライトの SP 回復がぐるぐる回りますし、余裕を持ってゾアンの戦技を回すことができます。この破壊力めちゃくちゃ強くなりましたね、ゾアンパーティー。ここからは潜在能力とおすすめ突数を見ていきます。潜在1では戦闘開始時にライブモードでない場合、初めて戦技を発動すると SP が25変換、さらにライブモードとパフォーマンスモードの攻撃力アップ効果がプラス 6% をされます。無料で戦技を発動できるようになって、かつ汎用性のある攻撃力バフを強化できます。強力な効果です。潜在2では意志プラス20、回復効率プラス 10%。潜在3では連携技のクールタイムマイナス1秒、ダメージ倍率と回復効率が 1.4 倍されます。潜在4では必殺技に必要な必殺チャージマイナス 15%。潜在5、貫突では必殺技による増幅効果が 1.2 倍、戦技と必殺技のダメージ倍率が 1.2 倍されます。増幅効果の倍率アップがぶっ壊れてますよね。無凸の状態でも特化3まで育成すると 60% ですから。ただリーノの増幅効果は意志の数値によって決まります。これはモチーフ武器を貫突しても最大限力を発揮するのは厳しい戦いです。なので今後の装備次第っていうところでしょうかね。将来のために投資するのはありだと思います。おすすめは一突貫突ですかね。一突はただでさえ少ない戦技の SP が変換されますし、攻撃力バフが強化されます。デンジや自然パーティー以外でもリーノを使いたいという人ほどこの効果は恩恵があると思います。
貫突効果は言わずもがなぶっ壊れ効果ですよね。もともと高い増幅がさらに強化されるわけですから、超強力です。潜在能力が分かったところで、モチーフ武器を引くか一突を目指すか、どちらがおすすめかを解説するんですが、結論から話すと、モチーフ武器プリズムナイトデビューがおすすめ。というのも、リーノの増幅効果は意志を参照するんですよね。つまり、モチーフ武器のメイン能力アップがないと、増幅効果にかなりの差が出ます。増幅効果を無視してヒーラーとして使いたいという人に関しても、武器効果の攻撃力バフが頻繁に発生しますし、どっちの使い方でも引いた方がいいと思います。一応メイン能力値を上げてくれる長い武器にジェットというのがあるんですけど、ジェットはアタッカー向けの武器ですし、武器効果がリーノに噛み合いません。以上のことからモチーフ武器の方がおすすめです。ちなみに僕は武器無凸、リーノ無凸、この状態で気質厳選とか精密加工とかしっかりとマックスまでした状態で意志の能力値が980ぐらいだったかな。だからモチーフ武器を引いてないとちょっと厳しいかもね。最後にリーノを使ってみての感想、強み弱み、どんな人におすすめかを話していきます。まず強みとしては、汎用性のある万能サポーターだということ。戦技、連携技、必殺技と全てのスキルで HP 回復できますし、汎用性のある攻撃力バフまで配ってくれます。連携技の条件がアーツ以上なので、アーツ特化のパーティーが推奨されますが、別に物理パーティーのヒーラー枠として編成にねじ込むということもできますよね。今までは耐久枠が欲しければエンバーやアルデリアという選択肢だったのが、リーノという選択肢が出てきたということです。よくよく考えたら限定では初のまともなヒーラーということなんで、確保しておくと今後役立つかも。そして汎用性もありつつ、電磁と自然に特化したバフも持っているということ。この性能によってゾアンと奥義が特に恩恵を受けてます。ゾアンと奥義はすでに最強クラスのオペレーターにもかかわらず、リーノでさらに底上げできてしまうというとんでもないことが起きてます。もはやそこまで強化しても挑むコンテンツがないだろうと言いたいほどです。そして将来性。これはギルベルタで分かっていると思うんですが、限定サポーターは将来性が異次元です。特にリーノは耐久枠が欲しいからとりあえず採用するかみたいな感じで使えますし、今後電磁オペレーターや自然オペレーターが登場すると非常に高い確率で活躍すると思います。逆に弱みとしては、強力な増幅効果が電磁と自然に固定されているということですかね。強みで言った通り HP 回復も持っているし、攻撃力バフもあるんで汎用性は間違いなくあるんですよ。ただ物理パーティーや凍結パーティーに採用すると、電磁増幅と自然増幅が無駄になってしまうよねというのもまた事実です。ギルベルトのようにアーツアタッカーなら全員恩恵を受けられるアーツ脆弱ではないんで、バッファーとしての汎用性を期待するなら少しいまいちに感じる人もいると思います。結論としてどんな人におすすめなのか。まずはリーノが推しだという人。リーノはマジのアイドルですし、予告番組のライブでファンになった人も多いでしょう。僕も小悪魔っぽい見た目がガン刺さりしてるんで超好みです。次にゾアンや奥義を持っている人。この2人を持っている人は特におすすめです。リーノを最大限強く使えます。必殺技で電磁増幅と自然増幅を付与できますからね。特にゾアンに関しては最後の1ピースが揃った感じがするんで、ゾアンを持っていてリーノを引かないというのはないと思います。最後に将来性に期待できる人。現状でも汎用性のあるサポーターとして使えますし、電磁や自然属性に特化したバフも持っているんで強いんですが、その分今後実装するオペレーターの最適枠になる可能性も高いです。これは僕の予想になるんですが、代理人の数が自然属性、金髪イケメン騎士が電磁属性で来るのかなと予想してるんで、その2人を見越して引いておくのもありかも。まとめると、現状ではゾアンや奥義を持っている人に強くお勧めしたいんですけど、持っていない人もヒーラーとしていろんな編成で使えますし、
引いて後悔するということはないと思います。限定サポーターは引いておけという言葉もありますし、引くことを強くお勧めします。いかがだったでしょうか。今回は限定星6オペレーターリーの性能解説でした。さすがハーフアニバーサリーで追加されたオペレーターだからなのか、限定オペレーターだからなのか、超強いオペレーターですよね。リーノ自体のローテーションも超簡単ですし、全てのスキルで HP 回復もできるし、攻撃力バフも配れるし、電磁と自然に特化したバフも持ってるし、本当引いて損のないオペレーターだと思います。皆さんはリーノの性能はどう思いましたか？よければコメント欄で教えてください。このチャンネルではこれからもエンドフィールドに関する動画を上げていきます。この動画が良かったなと思った方は高評価で応援、チャンネル登録していただけると嬉しいです。最後までご視聴ありがとうございました。さよなら。